皆さん、こんにちは。ゆいです。今日も私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。こんにちは、あきらです。いつも聞いてくれてありがとうございます。あきらさん、最近夜はよく眠れていますか？そうですね。日によって違いますけど、大体はよく眠れていますよ。それはよかったです。実は最近、友達と寝る前に何をしているかについて話したんです。寝る前の行動ですね。いわゆるナイトルーティーンというやつですか。そうです、そうです。そのルーティーンが人によって全然違うのがすごく面白くて。なるほど。確かにどうやってリラックスするかは人それぞれ違いますよね。ええ。特に男性と女性でリラックスの仕方にかなり違いがあるような気がしたんです。男女の違いですか。それは興味深いテーマですね。はい。なので今日は寝る前のルーティーンとリラックスの仕方の違いについて、あきらさんとゆっくり話してみたいと思います。いいですね。リスナーの皆さんも自分が寝る前に何をしているか想像しながら聞いてみてくださいね。では早速始めていきましょうか。よろしくお願いします。じゃあ、まず、ゆいさんから聞いてみましょうか。寝る前はいつもどんなことをしているんですか？私のルーティンは結構長いですよ。一番時間をかけるのはやっぱりスキンケアですね。スキンケアですか。顔を洗ってからいろいろ塗るんですよね。そうです。お風呂から出たらすぐに化粧水をつけます。その後美容液を塗って最後にクリームで保湿します。ステップがたくさんあるんですね。それってどのくらい時間がかかるんですか？日によりますけど、だいたい15分から20分くらいはかかりますね。週末はパックをしたりするのでもっと長いです。へえ、毎晩20分も。それは大変じゃないですか？面倒だと思う日もありますよ。でもこの時間が私にとってはすごく大事なリラックスタイムなんです。なるほど。肌のお手入れをすることが心を落ち着かせることにもつながっているんですね。その通りです。いい香りのクリームをゆっくり肌に塗っていると、今日の疲れが少しずつ消えていく気がするんですよ。香りも重要なんですね。確かにいい香りを嗅ぐとほっとしますよね。そうなんです。だから私にとってスキンケアは、ただ美しくなるためじゃなくて、一日の終わりを実感するための儀式みたいなものなんです。儀式ですか。毎日決まったことをすると脳がこれから寝るんだなと理解して眠りやすくなると聞いたことがあります。まさにそれです。体が自然と寝る準備を始めてくれるんですよね。スキンケアの他には何かしていることはありますか？そうですね。ベッドに入る前に軽いストレッチをします。5分くらいですけど。ストレッチですか。体を伸ばすんですね。それは気持ちよさそうです。はい。一日中パソコンの前で仕事をしているので、肩や首がすごく凝るんです。それを少しでもほぐしたいので。デスクワークをしているとどうしても体が硬くなりますからね。ストレッチで血流を良くするのは睡眠にもいいらしいですよ。あきらさんもよく知っていますね。あとは、冬の寒い時期だと、温かい飲み物を作ることもあります。温かい飲み物というとコーヒーとかお茶ですか？いいえ、夜はカフェインを取りたくないので、ハーブティーやホットミルクを飲みます。カフェインは眠れなくなりますからね。ハーブティーの中では何が好きですか？カモミールティーが一番好きです。ほんのり甘い香りがして、すごくリラックスできますよ。カモミールですか。僕はあまり飲んだことがないですが、今度試してみようかな。ぜひ試してみてください。こうやって自分の体を大切にケアする時間が私にとってのルーティンなんです。ゆいさんのルーティンは体と心を優しくリセットするような時間なんですね。とても素敵だと思います。ありがとうございます。じゃあ次はあきらさんのルーティンを教えてもらえませんか？
僕のルーティーンですか。ゆいさんの話を聞いた後だとちょっと恥ずかしいですね。どうしてですか？何か変わったことをしているんですか？いや、その逆です。すごくシンプルなんです。寝る前の準備は多分5分くらいで終わります。5分ですか？それは早いですね。どうやったらそんなに早く準備できるんですか？お風呂から出たら、まず歯を磨きます。それから顔をパパッと洗ってタオルで拭くだけです。化粧水とかクリームは塗らないんですか？冬は乾燥しませんか？すごく乾燥している時は適当にクリームを塗ることもありますけど、普段はあまり何もしないですね。本当にシンプルですね。私の20分のスキンケアと比べると全然違いますね。そうですね。男性の多くは僕みたいに洗顔と歯磨きだけで終わる人が多いんじゃないかなと思います。確かに私の弟もそんな感じかもしれません。でもそれだとリラックスする時間がない気がするんですが、どうですか？実は僕のリラックス時間はベッドに入ってから始まるんです。ベッドの中でですか？すぐに寝ないということですか？はい。ベッドに入ってから30分くらい好きなことをする時間を作っています。なるほど。体のケアじゃなくて趣味の時間でリラックスするんですね。そうです。例えば、部屋の電気を暗くしてイヤホンで音楽を聴いたりします。どんな音楽を聴くんですか？激しいロックじゃないですよね。違いますよ。ジャズとか歌詞がない静かな音楽が多いです。アンビエント音楽って言うんですが、アンビエント音楽、環境音みたいな感じですかね。それなら静かで眠くなりそうですね。ええ、音に集中していると仕事のことや今日あった嫌なことを忘れられるんです。頭の中を空っぽにするための時間なんですね。その通りです。あとは本を読むこともあります。スマホの画面じゃなくて紙の本ですね。スマホを見ないのはいいことですね。ブルーライトは睡眠に良くないって言いますから。そうなんです。紙の本を少し暗いランプの光で読んでいると自然に目が疲れてきて眠くなるんです。それすごくよくわかります。私も難しい本を読むとすぐに眠くなりますよ。睡眠薬の代わりですね。僕にとってはこの違う世界に没頭することが最高のリラックスなんです。なるほど。私は体をケアすることでリラックスして、アキラさんは頭をリセットすることでリラックスしているんですね。きれいにまとめましたね。まさにそういう違いがあるのかもしれません。同じリラックスという言葉でも目的やアプローチが全然違うなんてすごく面白いですね。この違いについてもう少し考えてみましょうか。なぜこんなに違うんでしょうね。女性は化粧をする人が多いから、どうしてもそれを落とすための時間が必要ですよね。確かに。メイクを落としたり肌の調子を整えたりする習慣がそのままリラックスの時間につながっているのかもしれませんね。そうですね。お風呂に長く入ったり、マッサージをしたり、自分をいたわることを大切にする人が多い気がします。一方で僕の周りの男性に聞くと、寝る前はゲームをしたり YouTube を見たりする人がすごく多いんですよ。ゲームですか？寝る前にゲームをしたら逆に興奮して眠れなくなりそうですが、それが違うみたいなんです。彼らにとっては現実の仕事やストレスから離れてゲームの世界に逃げることがストレス解消になるんです。なるほど。つまりリラックスというより気分転換とかリフレッシュに近い感覚なんですね。そう、まさにそれです。日本語でもリラックスとリフレッシュは少しニュアンスが違いますよね。ええ、リラックスは体を休めて落ち着くこと、リフレッシュは気分を変えて元気になることですよね。はい。女性のスキンケアやアロマは純粋なリラックスで、
男性のゲームや読書はリフレッシュを求めている傾向があるのかもしれません。それはすごく納得できます。でも寝る直前までスマホの画面を見るのはちょっと心配になりますね。本当にそうですね。だから最近はデジタルデトックスという言葉もよく聞くようになりました。デジタルデトックス。スマホやパソコンを見ない時間も作ることですね。ええ。寝る前の1時間はスマホを別の部屋に置いておくという人も増えているみたいですよ。私も時々寝る前に SNS を見すぎてしまって、なかなか眠れなくなることがあります。ついつい見てしまいますよね。次の動画って止まらなくなります。そうなんです。だからこれからはあきらさんみたいにスマホじゃなくて本を読む時間を増やしてみようかな。いいですね。静かな音楽をかけながら本を読むと本当に心が落ち着きますよ。うん。今夜から試してみます。あきらさんは何か私のルーティーンを取り入れてみますか？さすがに20分のスキンケアは僕には難しいかもしれないです。無理しなくていいですよ。男性用の簡単なオールインワンクリームとかもありますけどね。そうですね。でもストレッチはすごくいいなと思いました。肩こりがひどいので。ストレッチは本当におすすめです。首をゆっくり回すだけでも全然違いますよ。それなら僕にもできそうです。今夜ベッドに入る前に5分だけやってみます。お互いにいつもと違うことをしてみるのも新鮮でいいですね。ええ、違う方法を試すことでもっと自分に合ったリラックスの仕方が見つかるかもしれません。さて、今日は寝る前のルーティーンと男女のリラックス法の違いについて話してきました。スキンケアで体をケアするゆいさんと、音楽や本で頭をリセットする僕。本当に人それぞれでしたね。リスナーの皆さんはどんなナイトルーティーンを持っていますか？ぜひコメント欄で皆さんの寝る前のリラックス方法を教えてください。楽しみに読んでいます。そうそう。今回の会話のスクリプトは一番上のコメントから見られるようになっていますよ。はい、トップコメントにリンクがあります。スクリプトを見ながらもう一度ゆっくり聞いてみてくださいね。もし今日のポッドキャストが役に立ったら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。おやすみなさい。